皆さん、こんにちは。東京 MTG のKaiです。Hey everyone, here is Kai from Tokyo MTG! 今日はですね、レガシーについて話していきたいと思います。そうそう、楽しいフォーマットね。まあ多分皆さんご存知だと思うんですけれども、先月からある青いカードが禁止されたんですよね。ちゃんちゃちゃーん。まずはこの青いディグスルータイムからお別れしたいと思います。これどこから切ればいいのかな、こっちかな。でも皆さん、カードを切るのは罪ですからね、やめましょう。あ、切っちゃった。ということでディグスルータイムが禁止された後に、ヨーロッパやアメリカか日本へ何がレガシーで起こったかをちょっと皆さんに紹介していきたいと思います。そこでそれぞれの国の最近の大きい大会のトップ8のデッキリストをちょっと見てみました。3、2、1、Let's go! それではヨーロッパからいきましょう。ヨーロッパでは毎年オビノっていう大きいトーナメントがエターナル関係で開催されてるんですけれども、そこでは今回なんと335人の参加者が集まったんですよね。優勝したデッキはアンジェロ・カデイさんのミラクルデッキですね。このデッキのメインボードは最近のレシピとあんまり変わってはないんですけれども、まあディグが抜かれて、その代わりにメンターとジェイスの枚数が増えたっていう感じですかね。そしてサイドボードにコンテインメントプリーストが入ったんですけれども、こちらのクリーチャーはやはりスニークアタックとかリアニメート対策のカードですね。2位もミラクルニコラ・ティツォーニさんのデッキですね。3位がドイツからのヨハネス・グートブロードのアグロロームデッキ。このデッキはですね、一切青は入ってないんですけれども、チャリス、チョーク、ガドックティーグやサリアまで入れてる、ちょっとデスタクとジャンクのちょうど間のデッキって言ってもいいかもしれないですね。こちらにはダークコンフィデントっていうドローエンジンも入ってますし、フィニッシャーとしてはナイト・オブ・ザ・レリクラリーまで入ってます。このデッキリストもこの間の GP リルでも2回トップ8に残ったんですけれども、最近はヨーロッパで大活躍しているらしいですね。そして続けて4位はギード・キティチーノのアントデッキですね。5位はレオナード・ツチェッリのデスブレードです。また今までちょっと遅かった石梶とバタースカルやトゥルーネムネメシスがまた復活してきましたね。さらに6位はダビーデ・マルコッティのマンフォーク。こちらもトゥルーネムネメシスを使ってるデッキですね。このトップ8で一番目立つのは7位のダニエレ・テアラさんのまさかの白赤ゴブリンズですね。このデッキはなんかもうこの間まで完全に死んでて、もう誰も使ってなかったんですけれども、ミラクルとオムニテルがちょっと少なくなってゴブリンズっていうデッキがまた復活しましたね。このデッキのサイドボードを見てみると、エータス・フォン・キャノニスト、コンテインメント・プリースト、またはマンガーラ・オフ・コロンドアまでのヘイトベアまでがぎっしり入ってるんですよね。これはサイドではもうデスタクに近いんではないかなと思われるぐらいのレシピなんですよね。そして8位がトビアシュ・マルクのアントですね。このトップ8にはコントロールデッキが3回、コンボデッキが2回、ミッドレンジが1回とトライバルデッキが2回入りましたので、バランス的にもすごく丸い感じだと思います。さて、ヨーロッパのオビーノに比べて日本のビッグマジックオープンを見てみましょう。ビッグマジックオープンっていうのは、日本でグランプリ以外で一番大きい大会だと思うんですけども、それが4回年に開催されるんですよね。約300人の参加者の中でこちらのトップ8が残りました。まず優勝したのは斉藤信夫さんのミラクル、丸山翔太さんのアントガニーです。3位が大野淳さんのリアニメート、そして4位が大石豊さんのペインターです。そうそう、ブラッドムーンとレッドエレメンタルブラストを大量の取ってるデッキです。ディグが禁止されて BGX 系のデッキが復活し、それでブラッドムーンとレッドエレメンタルブラストが大活躍したのに違いないと思います。5位が私沢渡海のアントです。6位が山口翔太さんのアント、7位が土屋弘樹さんの BUG デルバー、そして8位が高橋正孝さんの
アントです。このトップ8ではコントロールデッキが1回、コンボデッキが6回、そしてテンポデッキが1回トップ8に入りましたが、オビーノの大会と比べてみるとまた完全に違うトップ8ですね。最後はアメリカ、インディアナポリスで130人の人がスターシティゲームズレガシープレミアム IQ に参加しました。そこで優勝したのはデイヴェン・カープケのカスケード BUG。 ディグが禁止されてカードドローがなくなった、どうしようっていうあなたに Ancestral Vision はどうですか。2位と3位はショーテル系のデッキですが、2位のスコット・ブネルさんはスニークアタック、ジョーゼフ・ヘレラさんはユーレカに力を入れました。4位はメティ・ブラウンのグリクシス・デルバー、5位はジョス・ハンセンのランズデッキ、6位はブレット・キャンプベルのゴブリンズ、7位はハンター・ブリックスのドラゴン・ストンピー、そして8位がトーマス・シュレイガーのカナディアン・スレッショルドのトップ8になりました。全部含めてみるとコントロールデッキが3回、コンボデッキが2回、テンポデッキが2回、そしてトライバルデッキが1回トップ8に入りました。いやー、この3つのトップ8があまりにも違うので、これからのレガシーの動きがどうなるかがすごく楽しみですね。今度レガシー GP シアトルが開催されるんですけど、そこからまたレポートしますね。さてこれからディグなしのレガシーの回のトップ5カードを紹介していきたいと思います。それではまず第5位、ベールのリリアナ。今まではハンデスが弱くて大活躍してたヤングパイロマンサーに弱かったベールのリリアナ、彼女がまた復活してきました。主に使われるデッキはジャンド、ジャンク、 BUG デルバ、 BUG カスケード、そしてポックスです。第4位、スニークアタック。今まではずっとオムニテールを使ってて、もうディグが禁止されちゃったからもう全部パーツ売らなくちゃいけないのかな。スニークアタックを4枚、グリスブランドを4枚、そしてエムラクールを4枚入れればとても強いスニークショーデッキが作れますよ。第3位、ブラッドムーン。このカードは不思議なんですよね。特にペインターデッキとスニークショーに入ってるんですけれども、 BGX 系のデッキに強いものなので、皆さんもぜひ試してみてください。ちなみに相手がランズコントロールを使ってる場合は1枚で GG ですからね。第2位、Ancestral Vision。 カスケードすればたったの0枚で3枚を引けるっていうのはありがたいですし、普通にサスペンドしても4ターン後には必ず引けますので、とても強いと思います。今までは特に BUG カスケードっていうデッキで使われてます。第1位、ヒムト・トーラーク。たったの2マナのソーサリーで相手のハンドからランダムに2枚を落とせるっていうのは確かに強いと思います。一番使われているのはジャンド、ジャンク、BUG カスケードと BUG デルバーですね。皆さんもぜひ今後使ってみてください。 Quick question time。 今週の質問はこちら。かぶりますけど、リリアナ。Sexiest. Yeah, you know, I like those metal men. Hard to resist. Chandra's more my type, but Liliana's probably sexier. やっぱキヨラですかね。美しいそう、世界を目覚めるもの、日サねそう日サチャンドラですかね。これが海外 MTG でしたがいかがでしたか。これからこのシリーズが毎月アップされるんですけれども、次回もまた楽しみにしてくださいね。あとは東京 MTG ヴィンテージオープンやボックスオープニングのビデオもありますので、そこも見てくださいね。気に入ってくれたらLIKEやコメント、またはチャンネル登録もお願いします。以上、東京 MTG のKaiでした。 See you guys. This was Kai from Tokyo MTG. Thank you.